釣りをしていると、毛針の着水地点がわからなくなることがあります。影のちらつきや水面の反射、逆光、そういった条件で毛針を見失うことがある。今回の逆さ毛針は視認性を確保するという目的で白で作ります。魚に見せるためというより自分が見失わないための色です。では、マテリアル。フックはマルトウェット10、12番です。太軸のウェットフライフックです。私は逆さ毛針は太軸の重い針を使うことが多いです。次、スレッド。ダンビル60、70デニールの白。シルクの赤。シルクはあらかじめワックスをかけておいてください。ヘッドを作るときに使うので、太さが欲しいです。ユニ60あたりでも問題ありません。次、ハックル。ヘンフェザントのネック。私はネック部分を優先的に使います。パートリッジやインディアンヘンネック、ヘンサドル、そういったものでも代用できます。ボディ、ラビットファーの白。うさぎの毛です。見やすいという理由で白を使っているので、ピンクやオレンジの化学繊維でも大丈夫だと思います。あとは瞬間接着剤、ヘッドの作るときに使います。では、タイイング。まず、フックアイ直後に瞬間接着剤を少量乗せます。シルクでヘッドを作るので、それの滑り止めです。シルクでヘッドを作ります。ヘッドの大きさは I1 個分。私は小さめのヘッドが好みなので I1 個分と決めています。I ができました。フックシャンク4分の1程度まで巻き進めて固定してしまいます。ウィップフィニッシュ。スレッドを白に変えます。先ほどの続きから巻き始めて、フックシャンク4分の1程度までいったら、ヘッド側に巻き返してやります。ヘッド直後まで。次、ハックル。ヘンフェザントのネックです。ネックを使う理由は主に2つ。まず、ハックルのサイズが適正であるということ。もう一つは、柔らかさと張りが両立しているということです。これは私のこだわりなので、これで超過が伸びるとかそういう話ではありません。ヘンフェザントのネック。根元のふわふわした部分を取ります。ハックルプライヤーで先端を掴んで逆立ててやります。指で先端掴んでもいいんですけど、ハックルプライヤー使うと本当に先端だけを掴むことができます。こうするとハックルの柔らかさの違いっていうのがわかると思います。根元側に近い部分ほど柔らかい。先端部に近いほど張りがある。私は主に先端部を使いたいので、先端部からだいたい12だと1センチ程度を目安に余分な部分をむしります。こんな感じになりました。
このくびれの部分にスレッドをかけます。ハックルを巻き留めるときは表が上、巻き留めました。ハックルの軸が下に向けて湾曲しています。こうなっていればきちんと表が上を向いてハックルが取り付けられています。余りはカット。しっかり締め込んでください。次、ハックルに折り目をつけます。ハックルの軸を中心にヘッド側に折ってあります。ハックルの軸を中心にヘッド側に向けて折り目をつけるように。折り目がつきました。この状態で巻いていきます。ハックルを巻く位置はスレッドの右側、ヘッドの左側。重ならないようにヘッド側になでつけながら巻いていきます。ハックルが重なると、軸が重なるとハックルが暴れます。だいたい3周巻きました。3周巻いたら軸を巻き込みます。この時暴れてしまったハックルもこうやって一緒に巻き込んでしまってカットするといいかもしれません。軸をカット。ベンド側まで巻き進めていきます。この時点でボディにテーパー形状ができていると思います。ハックルの根元側はシルクを巻き込んでいるので太め、中央はスレッド2往復分、ベンド側はスレッド1往復分という形で自然に先細り形状になっています。次、ダビング。白のうさぎ。それで、こういう白の毛針、私の場合は主に3月下旬から4月くらいに使います。釣り始めの時期というのは、私の場合は冬の間あまり釣りに行かないので、キャストの精度が低い、下手になっているということですね。視認性のいい毛針を使うことで、キャストの精度の確認と修正を行っています。こういう毛針の見やすさっていうのは、キャストのコントロールですとか距離感といった体で覚える技術を学ぶのにとても役立ちます。初心者の方なんかは自分のキャストに自信がないと思いますので、こういった見やすい毛針というのを試してみるといいと思います。ダビングはベンド側からヘッドに向けて、ハックル直後まで巻き進めます。ここまで来たらウィップフィニッシュ。ウィップフィニッシュは2回行います。ハックルを巻き込まないように注意してください。
しっかり締め込んでください。カット。ヘッドセメントを入れます。こういう白の毛針、使う上での注意点としては、逆に毛針を見すぎないようにするということです。毛針だけを見て釣りをしてしまうと、大岩の裏とか毛針が見えない状況で魚をかけられなくなってしまうことがあります。要はラインが止まるような当たりを見逃すということですね。それを避けるために毛針の視認性に頼り切らず、毛針とラインの両方を見るように心がけると良いと思います。